こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回は2026年6月30日に行われたワールドカップノックアウトステージ初戦、ブラジル対日本戦をリアルタイムでブラジルサポーターと話していくよ。ノックアウトステージも行くぞ。最高の景色を見せてくれ。この試合の視聴者アンケートはこんな結果だね。86% の人が日本の勝利を信じているよ。じゃあブラジルサポーターのレオくんとリモートをつないでいくよ。オアレオくんついに試合だね。じゃあブラジルサポーターの声を聞かせて。任せて。レオくん、ブラジルサポーターは試合前どんな感じなのかな？もうかなり熱いよ。細かいことより今日勝つ、最後まで信じる。ブラジルのユニフォームを着て一緒に戦うっていう感じがすごく強い。今日欲しいのは勝利だけ。ブラジル行こう。信じてるぞ。っていう声がほとんどで、6つ目の星を持って帰ってこいって言ってる人もいるよ。日本も1個欲しい。この日本戦もただの1試合じゃなくて優勝に向かうために絶対落とせない試合って見てる人が本当に多い。自信満々だね。ブラジルサポーターはかなり強気だよ。スコア予想もブラジル勝利が多くて4対1、3対1、2対1、2対0、4対0、あと5対1って言ってる人もいた。5対1はかなり強気。しかも面白いのが5対1って言ってる人が今日は難しい試合になるって前置きしてるんだよ。でも中には今日は日本にボールも触らせないくらいの試合だってもっと強気な人もいた。そんなことが起きたら伝説。日本を怖がるならピッチに入るな。ユニフォームの重みで勝つ試合だ。日本に言われたことはピッチで返せ。ブラジルのサッカーを見せろ。世界に本当の力を見せろ。スタメンが発表されたけどどうかな？ネイマールはっていう声がかなり出てきたよ。ブラジルのイメージと言ったらネイマール。ネイマールはどこ？ネイマールがベンチなんて想像しなかった。むしろネイマール選手は今大会で先発してないから。後半から出るのか。ネイマールが出ないと試合を変えられないんじゃないか。ノックアウトの試合は一発勝負だからネイマールを最後の仕上げに使うならわかる。じゃあベンチでも完全否定ってわけじゃないんだね。他にはエンドリッキを使ってほしいって声もかなりあるんだよね。他には誰か名前出てるのかな？他にかなり名前が出てたのはカゼミーロ、パケタ、ダニーロあたりへの不安だね。特にカゼミーロに対して日本は強度高く来るのに大丈夫なのか。モロッコ戦で高いプレスに苦しんだのを覚えてないのか。日本も同じかそれ以上の強度で来るぞ。強気ではあるけどスタメンを見た時はカゼミーロへの不安が多かったし、パケタにも。またパケタか。この役割だと怖い。ネイマールの方がもっと試合に意味を作れる。カゼミーロ、マルキーニョス、ダニーロがいつもチームの流れを止める。勝つって言ってるのに結構不満があるんだね。そうだね。日本は後半に攻めてくる。だから最後まで集中しろって声も多くあったね。親善試合で後半3点取られたからかな。絶対そうだね。日本は後半に攻撃が増える。特にツートップが強いぞ。ブラジルは高い位置からプレッシャーをかけてすぐにボールを回収して相手を動かせ。日本が引いてきたらサイドを使えとか、前半が膠着したらネイマールを偽9番で使うべき。 PK 戦は避けたい。90分で決めろ。試合は90分とアディショナルタイムがある。失点しても焦るな。勝っていてももう勝ったと思うな。それ大事。ワールドカップの試合だから気を抜いたら一気に変わる。守備をちゃんと保てば大丈夫。強気な人もいるけど日本を警戒してる人もいるし、それでも最後はブラジルらしく勝ってくれっていう空気だね。試合前のブラジルサポーターはこんな感じだよ。じゃあキックオフだよ。日本頑張れ。ブラジルレレレ。エンドリッキを入れろ。 FIFA の審判ひどすぎる。カゼミーロはくだらないファールばっかりする。ブラジルの最初のゴールが遅すぎる。この試合に集中しろ。行け、押し込め、隙を見せるな。なんてひどい代表だこいつら。下手な上にビビってプレーしてる。今日で敗退してくれた方が俺の我慢も節約できる。行け日本。この下手くそどもを大差で叩き潰せ。俺はブラジル人だからブラジルを応援する。カードもらったし、もうカゼミーロを下げろ。絶対やらかすぞ。カゼミーロ、なんだあの不要なスライディングは。退場でもおかしくなかったぞ。クーニャをもっとパケタに近づけろ。全力で行こう。右サイドから攻めろ。いけるぞ、この試合勝つぞ。29分間の苦しみが正式に記録された。カゼミーロ寝てるだろ。ふざけんな。カゼミーロを下げろ。30分間ずっと後ろにボール回してるだけじゃねえか。そりゃこうなるわ。みんな2030年にまた会おう。
50年もサッカーやってて基本も覚えてないのか？空中戦のこぼれ球を拾われてるし、陣地も失ってる。ネイマールを入れろ。もうこの話を終わらせろ。本当に申し訳ないけどダニーロはもう無理。代表にこんな選手いちゃダメだ。言っただろ、日本に隙を与えたから1対0だ。今すぐカゼミーロの代わりにネイマールを投入しろ。カゼミーロふざけんな。2026年にダニーロが代表のスタメンとかありえない。3対1にするにはまず1点は取らないとね。行けブラジル。アンチェロッティとカゼミーロ、もう帰れ。お前ら全員ひどい。全員ピッチの中を歩いてるだけじゃん。マジで弱い。それにしてもカゼミーロは200キロくらいありそうな動きで置き去りにされたな。誰も相手に寄せないのかよ。ふざけんな。ダニーロはひどいし、カゼミーロもまたファウルで止められない。序盤にくだらないカードをもらってるからだ。アリソンがまたワールドカップから私たちを追い出そうとしてる。セカンドボールを取らないといけないんだよ。アンチェロッティは戦術で完全にやられてる。日本の監督は優秀だな。なんだよあのビルドアップ。ブラジルは完全に電源切れてる。カゼミーロは誰にも追いつけない。最悪だ。お前らは世界の恥だ。2030年は誰も俺たちを止められないぞ。パケタとカゼミーロは本当に何の役にも立たない。日本人がカゼミーロの横を旅行みたいに通っていった。ダニーロが献上した。クソチームだ。全員日本を怖がってプレーしてる。ネイマール、ラヤン、クーニャ以外、こいつらは私の代表じゃない。カゼミーロがピッチにいる限り日本を突破するのは無理だ。お前らクソども。相手はドイツのユニフォームじゃない。日本だぞ。ザ・マーミロ。日本の監督はブラジル代表をリスペクトしてるって言ってたのに、傲慢なのはお前らだ。他の代表より自分たちが上だと思ってる。傲慢は人を滅ぼすんだよ。日本がブラジルを完全に支配している。前半終わって0対1だね。いいぞ日本。いけてるいけてる。レオくん、ブラジルのサポーターはどう？かなり大荒れだよ。一番集中砲火を浴びてるのがカゼミーロ点取られた時からもうすごかったもんね。カゼミーロを下げろって声が圧倒的。退場する前に帰ろう。走れない。重すぎる。そんなに言われてるの？カゼミーロがいると日本を突破するのは無理だ。ブラジル対日本じゃなくてブラジル対日本&カゼミーロだ。ファブリシオ・ブルーノみたいになってる。スピードとか切り替えのところでもう厳しい。しかもイエローもあるからこのまま後半に出したら本当に危ないって不安が多いよ。後半の最初で絶対に変えて。後半はネイマール、エンドリッキ、ファビーニョ、ルイス・エンヒキを入れろって声が一気に増えてる。すごい多いね。特にネイマールを求める声がすごいんだ。後半に同じメンバーで戻ってきたら終わる。ということは監督にも怒ってるのかな？そうだね。特に多いのはカゼミーロを使い続けるなってことだね。どうせアンチェロッティは試合終了15分前まで動かないんだろ。ベンチに解決策があるのになんで動かないんだ。攻撃面ではどうなのかな？今のブラジルには個人で打開する選手がいない。誰も責任を取らないっていう不満が多い。ドリブルしない、ミドルシュートを打たない、誰も仕掛けない、みんなマークの後ろに隠れてる。昔みたいなブラジルらしさがない。綺麗に回してるだけでゴールに向かってない。ボールを持ってるのに前に進まない。パスミスが多い。横パスやバックパスばかり。時間だけが過ぎていく。だからネイマール選手とエンドリッキ選手を入れてほしいんだね。まさにそう。ネイマールなら個人で仕掛けられる。エンドリッキなら強くシュートを打てる。そういう期待がある。そういえばビニシウスは何か言われてないの？ビニシウスが3人4人に囲まれてる。だから左だけに頼るな。もっと別のところから崩せ。右サイドが空いてるのに使ってない。右から攻めろ。クーニャが攻撃を捨ててサイドバックのカバーに走らなきゃいけないから最後まで持たない。前半0対1で終わったこと自体はどうなの？日本に負けるのはありえない。狂ってる。恥だ。ブラジルは5回優勝してる国だから日本に絶対に負けちゃいけない。日本に負けるのは7対1より恥だ。7対1で負けるより恥なんだ。ヘキサの夢はまた終わった。ブラジルがカーボベルデより先に敗退するのかっていう諦めムードの人も多いね。まだ前半終わっただけなのに。怒りや絶望が多い中でも逆転を信じる声はあるよ。まだ時間はある。後半はブラジルのもの。2対1で勝つ。ブラジル諦めるな。中には4対1で勝つって言ってる人もいるね。後半だけで4点。日本のことは何か言ってないのかな？少ないけど言ってる人はいるね。日本がいいプレーをしてる。日本がブラジルを回してる。スタジアムは黄色の服ばかりなのに日本サポーターばかりなのか？日本人はもう怖がってない。ブラジルが日本を怖がってる。断固たる決意が必要なんだ。
ブラジルサポーターは最初日本相手なら余裕って空気だった。でも前半を見て日本は簡単な相手じゃないって現実を見せられてる。ブラジルサポーターのハーフタイムはこんな感じだよ。でもスタジアムにいる人の情報によると、現地にいるブラジルサポーターはまだまだ余裕そうみたいだよ。スタジアムではまだまだいけるって雰囲気なんだ。じゃあ後半見ていくよ。なぜカゼミーロがそこにいるんだ。最高だった。でも油断しちゃダメだ。あの亀がゴールした。自分のミスの後に取り返したな。でもカゼミーロはまたミスするかもしれない。なのにあいつは盲目のアンチェロッティ監督のお気に入りなんだ。やって当然だ。こんな状況になってること自体が恥なんだよ。高いボールを入れろよ。そこは俺たちに分があるんだ。行くぞ。逆転するぞお前ら。やって当然だ。逆転するぞ。一番ひどかった選手がゴールした。日本の不安要素でもあるのか。あの男が。サッカー愛してるぜ。この試合逆転するぞ。カゼミーロが代表のゴール。ベテランはチームが一番必要な時に決める。日本はこれでプレッシャーを感じるぞ。後半のうちに逆転しよう。これがブラジルだ。もし私が批判してたとしても覚えてない。カゼミーロいいぞ。これは誰も予想してなかったゴールだからお前は悪くない。カゼミーロを批判したことなんて一度もない。多分ピトッチョナイスゴールだ。よしよしよし、見たか。これがブラジルだ。なんて試合だ。俺の心臓もう持たないかもしれない。行けブラジル。心臓止まるかと思った。ガブリエウ・マガリャインス愛してる。素晴らしいプレーだった。なんてゴールだ。お前ら私を心臓発作にする気か。行けブラジル。ヘキサの匂いがするゴールだ。負けないって分かってた。ユニフォームの重みが違いすぎる。敵陣で戦術的ファールしろ。よかった。俺が監督じゃなくてルイス・エンヒキじゃなくてマルティネビだ。日本は簡単じゃない。いいチームだ。でもやっぱりブラジルの方が上だ。ベスト収録へ行くぞ。今日は終わったと思った。神に感謝だ。全部うまくいった。アンチェロッティ店じまいしろ。守りきれ。日本は焦ってる。もう頭が回ってない。アディショナルタイム6分のはずがもう11分に入ってる。試合は2対1で日本が負けちゃったね。ブラジルサポーターはもうめちゃくちゃ盛り上がってる。しかも試合終了間際のゴールだしね。やっぱり勝った。次に進んだぞ。まだ夢が続くって大喜びしてる人が多いんだよね。これは根性の勝利だ。最後まで疑うな。前半あれだけ荒れてたのにやっぱり勝つとすごいね。もちろん文句も残ってるけど、ブラジルサポーターは結局勝てば何でもいいんだよ。内容より結果ってことだね。しかもブラジルサポーターからすると、ただ勝っただけじゃなくて苦しい試合をひっくり返したのが大きい。最後まで戦った。最後まで信じてた。そういう喜びが強いね。途中にはヘキサは無理って言ってたけど、そこはどう？試合後は一気にヘクサが来る。6つ目の星へ進もう。今年は何か違うって雰囲気になぜか。勝てばそうなるんだね。そこがブラジルサポーターらしいよね。勝った瞬間に手のひら返しさ。カゼミーロ下げろって言ってたのに。そうなんだよ。でも今ではカゼミーロへの謝罪ムードだよ。同点ゴールを決めたからね。試合中はカゼミーロを下げろって声がすごかったけど、試合後はカゼミーロに謝る列はこちらですみたいな感じになってた。列って？その列には100人以上が並んでるんだけど、謝ってる人は数人なんだ。ゴールを決めた後またピッチを歩き始めた。謝るわけない。だって当然のことをしただけ。いや、他のミスを取り返しただけ。1点決めたからってひどいプレーが帳消しになるわけじゃない。ゴールはありがとう。でも次の試合はベンチでいい。謝るわけない。ブラジルが食らった最初のゴールにもあいつは絡んでた。相手についていけなかったし、両足に50キロずつ重りをつけて走ってるみたいだった。なんで謝るの？いいプレーしてないよ。あの Wi-Fi みたいなマークはきつい。借金をしたら返済するのが当然でしょ。だから普通のことをしただけ。まだ利子の返済が残ってるよ。点入れても帳消しになるわけではないんだ。そうなんだよね。みんな厳しいよ。監督へはどう？アンチェロッティへの評価は変わったね。やっぱりアンチェロッティは分かってる。アンチェロッティは勝ち方を知ってる。私ならハーフタイムで5人変えてた。でもアンチェロッティが正しかった。もう口出ししない。さすが名将。勝つとそうなるよね。それで次の試合の話まで出てて。次はノルウェーだ。
ハーランドに気をつけろ。勝ったけど次はもっと厳しい。ここからが本番だ。日本戦でかなり苦しかったから、このままではノルウェー戦は危ない。いや、日本の方がノルウェーより強いから次は余裕だって人はいるんだけど、次も同じ内容なら負けるって言ってる人もいるんだよね。攻撃面が物足りない。もっと仕掛けろ。もっと勇気を持て。ネイマールをピッチで見たいっていう声もまだまだある。日本に対しては何か言われてないのかな。日本をちゃんと認めてる声はあったよ。日本は簡単じゃなかった。日本は今までにないくらいいい試合をした。最終的にはブラジルに負けたけど、日本の戦いぶりは印象に残ってる。ブラジルは勝つに値したけど、日本の試合もすごかった。まさか日本がここまでいいとは思わなかった。日本にはかなり苦しめられたけど、勝った瞬間にまたみんなヘキサを信じ始めた、そんな試合だった。ブラジルサポーターはこんな感じだったよ。レオくんありがとう。次は負けないんだからね。ブラジルだって負けないぞ。また一緒にサッカーしようぜ。それじゃあチャウ。チャウ。葵ちゃん着替えたんだ。部屋着だからね。日本のワールドカップ終わっちゃったね。選手やスタッフには感謝だね。ありがとうございました。試合数は前回と同じなのに、なんだか今回はあっという間な気がしたな。毎回圧倒的に負けたってわけじゃないんだよね。そうなんだよね。なんでなんだろう。現地に行ってる人がさ、グループステージは日本サポーターたくさんいるんだけど、ノックアウトステージはかなり少なくなっちゃうって言ってたよ。それもあとちょっとってところに関係してるのかもね。確かにグループステージって試合決まってるけど、ノックアウトステージってどこに行くかもわからないし行けないかもしれないもんね。ブラジル戦はブラジルサポーターばっかだったけど、1位通過するって自信がサポーターにあるから予定入れてたのかもね。それはさすが強豪国だからこそだね。日本戦4試合行った人が、ブラジル戦は本当に完全アウェーな感じがすごかったって言ってたよ。現地まで行って応援してくれてるってだけですごいありがたいけどね。それは本当そう。しかもチケット代が普通の席でも30万円とか40万円って聞くし、ほんとすごい。でも日本も強くなってきたし、グループステージじゃなくてノックアウトステージ見に行きたいって思う人も増えてくるかも。そうだね。あとオランダはモロッコに PK で負けて、スウェーデンはフランスに0対3で負けちゃったよ。ということは日本と同じグループは全部負けちゃったんだ。残念ながらそういうこと。次はいつ試合があるの？次は9月24日、28日にキリンチャレンジカップがあるよ。かなり先だ。その頃には新しい監督になってて初招集される選手もいるかもしれないね。今年もアンダー世代のワールドカップもあるでしょう。 U17 ワールドカップが11月にあるね。8月31日からは U20 アジアカップで日本開催のアジア競技大会が9月からあるね。この大会は U21 の選手が出るよ。じゃあ2ヶ月ぐらいは試合ないんだね。日本対ブラジル戦の試合後の動画って出してない人多いけど、なんでなんだろう。負けた試合って再生されないからね。だからじゃないかな。しかも1個動画が再生されないと、その後に出す動画もおすすめに載らなくなる期間が続くんだよ。じゃあこの動画も再生されてないのかな？されてないだろうね。時給にすると100円以下になるって予想してる。ここまで見てる人はかなりレアだと思う。そうなんだ。じゃあここまで見た人は絶対報告コメントしてくださいね。私が感謝のコメント返していきますから。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。日本代表ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。4年後優勝できると信じて4年間応援し続けていきましょう。ご視聴ありがとうございました。